皮を剥くとき、足を取ってで、今日はエビのチリソースにつけていくので、ここの部分も取ってしまいます。もしくはね、この関節、ここの関節のところをピーってやってあげても早く取れると思います。で、エビの殻が全部取って、でこのエビの殻は結構匂いがすごくするので、生ゴミの火が来るまでは一応こうビニールに入れて、でくくって置いておきます。で、今度ここにね、この汚れを取っていくのに竹串を使って、こういうとこピッと引っ張ってあげるとね、こう取れます。で、こういうふうに竹串で取る方法もあるし、もう一つはこの背の部分に軽く切れ込みを入れて、ここを開いてこう取ってあげる。よく中華料理屋さんとかだとね、こういう風に開いてあると思いますよ。で、今日はエビチリソースで普通はこのサイズでエビチリ作るんだけど、ちょっと家族が多いし、1食分に一口で1個食べてしまうと足りなくなってしまうので、これを半分に今日は切って使っていこうと思います。半分に切ってで、次はエビを洗っていきますね。まず片栗粉を入れて、それからお塩、ラジオでいいですね、入れて、これで揉むような形で洗っていきます。洗うことによってエビの臭みと汚れを取っていきます。で、水で流してこれで下処理です。この具材を使ってエビのチリソースを作っていきたいと思います。今旬のたけのこなんですけど、水煮になっているものを、今日は使います。もう旬で煮たやつは全部食べてしまったので、これが冷蔵庫にあったので、こっちですね、このたけのこと、あとは
玉ねぎと長ネギとにんにくと生姜、あとはさっき洗ったエビ、こっちですね。これでエビのチリソースを作ります。エビだけだとちょっと量がね少ないので、たけのこと玉ねぎとで、かさ増しをしていきたいと思います。はい、じゃあ材料を刻みながら、同時に炒めていってしまうという方法で今日はやっていきます。まずフライパンの方は一番弱火なんですが温めておきます。これ中華鍋なのでね、すごく熱々にして料理をしてあげると美味しく出来上がるので、ちょっとこのままフライパンは温めておきます。その間に切っていきますね。温まったフライパンに油を少し入れて、この状態ではまだ一番弱い火ですね。まずここにこの中に生姜、にんにく、まだちょっと弱火ですね。生姜、にんにく、ねぎの香りが立ってきたので、ここで少し中火にします。で、玉ねぎ入れます。で、たけのこも入れてください。で、ここからは強火です。
にケチャップ入れます。でここに、豆板醤を入れて、で炒め合わせます。ちょっとここ端っこに寄せておいて、少し油を入れて、ここにエビを入れてしまいます。エビはすぐに火が通ってしまうので、最初にエビを焼いて取り出して作っても方が本当はいいのかもしれないんですけど、もう一つのお鍋でやりたいので、ちょっと端っこに寄せて炒めます。でエビがこうプリッと火が通ってきたら、全体を混ぜ合わせます。最後にちょっと味の調整で味見をして、少し塩、胡椒、最後に、ネギの青ネギの部分ですね、長ネギの青ネギの部分を散らして、エビとたけのこのチリソース炒め完成です。エビとたけのこのチリソース炒め、いただきます。プリプリしてるエビ。おいしい。たけのこ。もう少し胡椒入ってもよかったかもな。玉ねぎ。
美味しい。ごちそうさまでした。